皆さんこんにちは、メロカンです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回も単管パイプで作ったタイヤラックを進化させるシリーズですが、一風変わった屋根を設置したいと思います。 DIY のためになる膨大な情報をギュッと凝縮し、頑張ってテンポよく編集したので、ぜひ最後までご視聴いただけたら嬉しいです。お時間がない方はチャプターリストから好きな場所にジャンプすることができます。前回までのあらすじを一言でおさらいすると、タイヤラックを移設した後 NTY ジョイントで単管パイプを増やし、タイヤを横置きにできるように改造したところで動画が終わりました。このままでは雨ざらしになってしまうので、一刻も早く屋根を取り付けたい状態です。ということで早速必要な材料を買ってきました。長物が多くステップワゴンにも乗らないので軽トラをレンタルです。屋根の骨組みに選んだのは赤松の縁です。本来は建物の天井板や下地材に打ち付けるための骨組みとして使用される木材ですが、 2x4 材だと重くなりすぎるし、これより細いと強度が心配だったので、今回の屋根には最適だと思い赤松の縁を選びました。カットが完了したら次は防腐剤を塗装します。今後メンテナンスを行えるような場所ではないので、耐久性が高い油性のものを使用します。油性のデメリットはガソリンのような匂いがするのと乾燥に時間がかかることです。木材を横に切った時の断面である小口部分は防腐剤の容器に突っ込んでよく染み込ませています。個人的にこの方法が時短になるのでよくやるのですが、一般的に推奨されているわけではありませんので、真似する方は自己責任でお願いします。いつも手軽な水性ばかり使用していますが、油性の方がぬるぬるとよく伸びるような気がします。ただ水性よりも木材に浸透しにくいのか、厚塗りした部分が乾いた時にムラになって残るので、綺麗に仕上げたい人はしっかり伸ばす必要がありそうです。続いてはフランスのオンデュリン社が販売している屋根材のカットです。オンデュリンは軽量で耐久性防水性に優れていること、音を吸収する素材のため雨音が響かないなどメリットはたくさんありますが、今回選んだ一番の理由は一回使ってみたかったからです。1枚のサイズは幅950、高さ40、奥行き 2000mm、3等分にカットすればタイヤラックのサイズにちょうどいいはずです。ということで型取りゲージという変わったアイテムを使用してみます。こんな感じで押し当てて形状をロックすればオンデュリン専用定規に大変身です。オンデュリンはコータールを含むため、ノコギリでカットすると速攻で目が詰まりカットできなくなるそうです。試してみましょう。
Wow. 刃の部分をバーナーで炙り溶かしながらカットしてみます。外が明るいとバーナーの火が視認できず危険なので、細心の注意を払いながら作業します。バーナーで炙りながら少しずつカットするので、これは時間がかかりそうです。アウトドアで使用するコンパクトガスバーナーを持ってきました。ちょっと危ないかもですが、これで火を出しっぱなしにして効率を上げていきます。最初はどうなるかと思いましたが、途中から切りやすい角度が分かり、劇的にスピードアップしました。ということで、難題だと思っていたオンデュリンのカットも無事完了。自分にしてはなかなか上手にできたのではないかと思います。これで材料の下準備が全て整いましたが、組み付ける前に骨組みと屋根を合わせてサイズにズレがないか確認します。ちなみに骨組みのサイズは奥行き520、横幅 2200mm です。オンデュリンの重ね幅は一山が目安のようですが、今回は無駄なカットを避けて横幅を合わせるために3山重ねちゃいます。 2000mm を3等分したので、奥行きは 666mm、 横幅が 2320mm の屋根になる予定です。それでは骨組みをビスで組み付けていきます。今年の初売りでインパクトドライバーを新調しちゃいました。ドリルで下穴を開けてからプラスビットでビス止めするので、必然的にビットの交換が必要になるのですが、インパクトドライバー2個あるからドリル用とビス止め用に使い分ければ効率上がるじゃんと思い、古い方を持ってきました。毎回言ってる気がしますが、こういう作業の時コーナークランプが本当に重宝します。ちょっと押さえといてができないぼっち DIY のメロカンにとってコーナークランプが友達みたいな感じです。強度を上げるため四隅を L 字金具で補強しておきます。こういう時のためにスリムな電動ドライバーも持ってたんですが、
マイナーなメーカーのもので割とすぐに壊れてしまいました。マキタは高いですが、今のところ壊れたことがないので、長い目で見るとコスパがいいのかもしれません。そろそろ腰も限界、日も沈んできたので、この日の作業はここまで。外枠が完成したので、内側の補強を3本固定していきます。屋根を固定するときにこの補強部分が下地にもなるので、ここで完璧に位置を合わせておく必要があります。オンデュリンの固定は基本山になっている部分にビス止めするみたいなので、下地が山の部分に来るように合わせました。下地の間隔は 570mm くらいになりました。屋根の傾斜にもよるかと思いますが、多分これで大丈夫なはずです。下穴を開けている途中でドリルが折れてしまいました。こうなると木材に残ったドリルは摘出不可能なので、諦めて違う場所にビス止めすることにします。幸い同じ系のドリル予備があったので、すぐに作業を再開することができ、骨組み完成です。屋根を固定する前に先に骨組みの部分だけタイヤラックに取り付けていきます。どうやって取り付けようかといろいろ探しましたが、ホームセンターのたるき止めクランプを採用しました。タイヤラックの上部に4個均等に取り付けていきます。ここに設置するのは屋根の骨組みではなく1本のノブチ材。今回は普通の屋根じゃないので一工夫必要になってきます。屋根を乗っけた後に角度を調整するので、とりあえずクランプは仮締めにしておきます。次に長板を取り付けます。いろんな種類の形がありますが、今回は閉じた時に羽1枚分の厚みに収まり、彫り込みが不要のフラッシュ長板というものを選択。本来は普通の長板よりも高額なものですが、なぜか同じ値段で売られていたので、首をかしげながらもこっちを購入しました。屋根を支える部分なので、ここはケチらずに錆に強いステンレス素材で大きめのサイズを4個使用します。長板をつけている時点でお気づきかと思いますが、今回の屋根は開閉式です。ここで屋根の角度と同じになるように下地の角度を微調整します。
いよいよオンデュリン屋根の設置です。前側は軒先の最大突出長7センチに収まるように、後ろ側は開閉時家の壁に接触しないように注意しながら最終位置決めを行います。オンデュリンの固定には長さ 75mm のコーススレッドと専用のキャップを使用します。専用キャップは40個入りで約800円となかなか高いですが、代用品が思いつかないので仕方なく購入しました。まずは屋根をドリルで貫通させ、確実に下地を捉えていることを確認してからビス止めする方法で作業してみます。下地の幅が 30mm しかなく、少しでも曲がると失敗するのでプレッシャーを感じます。とりあえずビス止めできたのでキャップを押し込んでみるも、とんでもなく硬くなかなか入りません。初めてとはいえかなり時間を費やしてしまいました。この後分かったのですが、このキャップは入りやすさに個体差があるみたいです。オンデュリンは柔軟性がある材質ですが、一定以上に山を潰すと割れてしまうので、キャップが浮かない程度までビス止めしたら攻めすぎないようにします。奥側は横から見れないので、正確に穴を開けられているかわからない状態でのビス止めです。オンデュリンは屋根が吹く方向の反対側から張るとかいろいろあるみたいですが、ここはどっちからも風が吹きますし、建物や大きな屋根に使用するならまだしも、タイヤだけ守れればいい範囲なので、細かいことは抜きに施工させていただいてます。普段のビス止めと違い、キャップをかませる作業があるので、何回もやっているとだんだん面倒になってきます。少なからず屋根を潰しながらビス止めしていっているので、オンデュリンが横に広がり幅が伸びていることに気づきました。その影響もあって、一番端のビス止め位置が山ではなく谷の部分にずれてしまい、下地を貫通するなどトラブルもあり、気づけば日が沈んでいました。あんなに苦労していたキャップのはめ込みも慣れて、こんなにスムーズにできるようになりました。これでオンデュリン屋根のビス止めは完了しましたが、暗くてよく見えないので別日に移動します。ぱっと見これで完成っぽいですが、冷静に考えて長板で固定しているだけなので、多分このままだと強風で吹っ飛ばされてしまいます。適当に作ってるとはいえ、近隣に迷惑をかけるようなことがあれば、我が家で DIY 禁止令が出てしまいます。補強も兼ねてガスダンパーというものを買ってみました。 Amazon で3000円くらいです。ガスとオイルの圧力を利用して伸縮する構造になっていて、今回選んだのは100ニュートン、元に戻ろうとする力が10キロくらいと認識しています。
ガスダンパーをビス止めするためにまた単管パイプに下地を取り付ける必要があります。ここもノブチの端材を油性の防腐剤で塗装したものを取り付けていきます。ボルトなど武骨に見える部分はなるべく内側に向け、目立たない工夫をしました。本来は防腐剤を塗ってから一晩は乾燥させたいところですが、待っていられないので塗って2時間で取り付けています。ガスダンパーの取り付け位置や角度についてはネットでいろいろ調べてみましたが、何のこっちゃさっぱりわからんかったので、適当にセンスだけで取り付けてみます。ガスダンパーに付属していたコネクターの穴が大きすぎて、通常のコースレッドでは押さえが効かなかったので、頭の径が大きいワッシャーヘッドネジというものに変更し、念のためスプリングワッシャーもかませて対応しました。なんとなく取り付け角度は垂直に近い方が伸縮の動きが良さそうなので、なるべく近い位置を目指します。取り付け向きは構造物を締めた時にシリンダーの方が上側にあり、ロッドが下を向くようにします。逆向きでも動作はしますが、使い続けていくうちにロッドの潤滑やスムーズな動作に問題が出て、寿命を縮める可能性があるそうです。屋根を持ち上げながらガスダンパーを合わせてビス止めするには腕が3つ必要だったので、第3の腕を考案しました。単管パイプを縦に挟んでるだけでいつ外れるかわからない不安定な状態ですが、これでビス止めしていきます。1本だけビス止めできましたが、やはり単管パイプがずれていたので挟み直しました。とりあえず伸縮の動きは問題なさそうなので一安心。あとは思ったよりも反発力があるので、両方設置した時にどうなるかが気になります。ガスダンパーが設置できたので、押さえのパイプを取ってみます。このままだと開きっぱなしになるので、最終的には前面を何かでロックして押さえる構造にする予定です。ロックできるようになるまではなかなか使う機会がなかった巨大クランプで屋根を押さえておこうと思います。ということで、今回はタイヤラックにアシストダンパー付き開閉屋根を設置しましたが、いかがだったでしょうか。人に迷惑をかけなければ何でもありな DIY の無限の可能性を伝えられていたら嬉しいです。
見切り発車ではありますが、次回はタイヤラックに扉をつけていきたいと思いますので、気長に更新をお待ちください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。実は今回音声データが消えてアフレコし直したり、いつも以上に更新が大変でした。チャンネル登録、いいね、コメントなどから応援してもらえたらとっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。